北海道の冬はどのようなイメージですか？寒すぎる。以上。寒すぎてスキーぐらいしか楽しむ方法を思いつきませんよね。今回は北海道民でもあまり知らない冬の楽しみ方をご紹介します。それは気になるね。このチャンネルでは北海道をもっと楽しむための動画を投稿しています。ぜひチャンネル登録をしてご視聴ください。札幌雪まつりの〇〇。一つ目に紹介する観光スポットは札幌雪まつりです。有名なやつじゃん。今更言われなくても知ってるよ。いいえ、札幌雪まつりでは意外と知られていないあるものがあるんです。あるものって？雪像破壊です。あ、破壊。雪像破壊とはその名の通り雪像や氷像を壊し解体する作業のことです。もともと雪像作りは小学校での雪像作りから始まりました。それを参考に自衛隊が訓練として雪像を作り、雪まつりへと発展しました。今では市民ボランティアも巻き込んだイベントになっているよね。たくさんの大人が何週間もかけて大規模で緻密な雪像を作ります。まるで我が子のように丁寧にそうやってやっとできた雪像ごくり破壊します。じゃあブルドーザーやショベルカーで粉々に砕きます。やめて。何週間もかけて作った雪像を一瞬で壊す滅びの美学を感じますね。溶けるまでそのままにすることはできないの？雪崩による事故の危険性があるので溶ける前に壊さないといけません。そうなんだ。もったいないけどしょうがないね。雪像破壊は雪まつり開催期間の翌日に行われます。早朝から始まり昼前には終了しますので時間にご注意ください。野付半島で氷平線体験。海と空の境界線を水平線と言います。では氷平線とは何と何の境界線でしょうか？氷と空？正解。凍った海と空の境界線を氷平線と呼びます。凍った海なんてあるの？氷河期じゃないんだし。それがあるんです。道東別海町の野付半島の内海は毎年1月から3月になると一面凍ります。半島の特殊な形状や北海道の中でも特に寒い地域であることが要因です。びっくりだね。珍しい景色だから楽しめそう。雄大な景色を眺めても良いですが、その一面の氷の大地を歩くとまた格別です。歩けるんだ。氷割りそうで怖いな。はい、実際エゾシカが氷の薄い部分を歩いてしまい溺れることもありますね。冷え。そのため氷上を歩くにはツアーへの参加が必要です。トリック写真を撮影したりソリで氷上を楽しむことができます。ここでしかできない体験だね。湯の川温泉の〇〇温泉。雪まつりとか氷平線とか聞いてたら寒くなってきたよ。では次は函館の温泉を紹介しましょうか。やった。函館は湯の川温泉が有名だよね。はい、こちらがその温泉となっています。思ってたのと違う。こちらは函館市熱帯植物園にある猿山温泉です。12月から5月頃まで温泉に入るニホンザルを見学できます。植物園なのに猿山があるんだ。珍しいね。また寒い地域の植物園にもかかわらず南国の珍しい花焼きを見れます。規模はそれほど大きくはありませんが入園料が300円と安くお得です。温室だから冬の北海道観光でも暖かく楽しめていいね。なおすぐ近くに人が入れる温泉もあります。やった。徒歩2分ほどの場所にある海と明かりがおすすめです。目前に広がる津軽海峡とが一体化したような露天風呂が人気です。ああ、すごい景色。でもお高いんでしょう？日帰り1100円で入れランチとセットになったお得なプランもあります。また時期にもよりますが1泊1万円台で2食付きの宿泊が可能です。お手頃だね。詳細は動画の説明欄からチェックしてみてください。流氷を見るなら網走か紋別、どっち？続いては道東で主に見られる流氷です。確か船に乗って見学できるよね。はい、流氷砕氷船に乗れる場所は網走と紋別の2カ所あります。どっちがおすすめなの2つともタイプが違い優劣つけがたいですね。まず網走についてです。オーロラ号という名称で約500トン、最大乗船人数450人と大型です。沖まで行ってくれるため流氷を見れる可能性が高いです。それは嬉しいね。巨大な船体の重みで氷を割り進むのですが安定しており揺れも少ないです。客室でゆっくり座りながらやデッキで冷たい風を浴びながら流氷を見れます。船旅気分を味わえるね。網走いいじゃん。続いて紋別です。ガリンコ号という名称で約150トン、
最大乗船人数195名と小型です。網走のオーロラ号の3分の1くらいの大きさだね。特徴的な点は船の先端についているスクリューです。ドリルのような形状をしており、流氷をガリガリと削りながら進みます。何それ、かっこいい男のロマンだ。船体が小型な分、削れる様子を間近に感じるため迫力があります。また網走にはないサンライズクルーズという日の出が見れる便もあります。紋別も良くて迷うな。迷った場合は他の観光スポットも検討してみましょう。網走は比較的発達しており、網走監獄など有名な観光スポットがあります。また世界遺産の知床まで日帰りで行ける距離にあります。いろいろ巡れるね。一方紋別は流氷以外に有名な観光スポットはありません。しかし有名でないだけで魅力的なスポットは多いです。とっかりセンターは日本唯一のアザラシ保護施設で希少な体験ができます。また2月の紋別流氷祭りでは露店や氷像が並び地元の人と交流できます。穴場な楽しみ方ができそうだね。豊頃町のジュエリーアイス。北海道には大迫力の流氷もあれば宝石のように美しい氷もあります。それがこちらのジュエリーアイスです。本当に宝石みたいだ。十勝川でできた氷が河口に打ち上げられます。そして波に揉まれるうちに角が取れて透き通ったクリスタルのようになります。こんなに綺麗なものが自然にできるんだ。神秘的だな。1月から2月頃まで豊頃町の十勝川河口付近の砂浜で見ることができます。また時間とともに変化する輝きにも注目です。朝は分刻みで景色が変わるため奇跡的な一枚が撮れるかもしれません。昼は鮮烈な十勝ブルーの空が広がり爽やかな写真が撮れるでしょう。夕方は穴場の時間帯なので美しい夕焼けとともにゆったりと撮影できます。どの時間帯に行っても楽しめそうだね。なおこの時期の豊頃町は平均気温-8度と極寒です。特に早朝は-20度、体感温度-30度ということも珍しくありません。寒すぎでしょ。しっかり防寒していかないとね。極度の低温で電圧が低下するためカメラ等電子機器の保温も推奨します。バッテリーが切れたらせっかくの綺麗な景色を撮れないもんね。なおジュエリーアイスが見られる期間限定で休憩施設を利用できます。24時間トイレの利用が可能です。海岸周辺にはお店がないため貴重な暖を取れる場所です。寒くなったらここに避難だね。定山渓温泉の〇〇。最後は定山渓温泉であまり知られていないスポットを紹介します。札幌と近いから行きやすい場所だね。温泉に入るなら豊平峡温泉が一番おすすめです。こちらの温泉の特徴は露天風呂ですね。何がすごいの？まず泉質がとてつもなく良いです。源泉 100% はもちろんのこと、札幌市内で唯一貯湯タンクを使用していません。そのため湯は酸化されず効能の高い湯をそのまま味わえます。そして自然と一体化したような美しい露天風呂でその湯を味わえます。わあ綺麗。何時間でも入っていたいな。お湯の温度はぬるめなので1時間は余裕で入れます。それはありがたい。定山渓温泉でご飯を食べるなら山の風町エリアはいかがでしょうか。聞いたことないな。ここ数年で開発されたエリアで今でも続々と新しいお店がオープンしています。雨の日と雪の日、エクスクラメーションベーカリー、秘密のカレー部屋などがあります。変わった名前のお店が多いね。秘密のカレー部屋って？ Google マップにも登録されておらずどこにあるかわからないお店です。じゃあどうやって行くの？完全予約制となっており、まずお店のインスタグラムから予約します。そして当日時間まで待機しているとなんとおっと、これ以上は秘密でした。ご自身の目でお確かめください。これは行くしかない。以上で今回の動画は終わりです。冬の北海道はスキーぐらいしかないと思ってたけど、いろいろあるんだね。実はまだまだご紹介したいスポットがたくさんあります。今回の動画も6選ではなく30選にしたいくらいでした。動画時間はとんでもないことになる。今後も北海道をもっと楽しめる動画を投稿します。感想やリクエストとコメントをお待ちしています。ご視聴ありがとうございました。